皆さんこんにちは。今回のこのタイトルに違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれませんけれども、花芽分化した後でも現実的には現場によってこの時期に手入れしなければならない場合もあります。今回はそれらの状況によって手入れの仕方を使い分ける方法をご説明したいと思います。まず最初は花芽がほとんど見当たらない場合の手入れの仕方です。当たり前のことですけれども、いきなりハサミを入れる前に状況をよく見てどういう手入れをするか判断します。こういう蝶芽には普通は花芽がつきやすいんですけれども、花芽ができてからこの部分に虫がついてしまうと花芽が流れて葉芽になってしまう場合があります。この株にはつぼみがほとんど確認できません。ここの部分にかろうじてつぼみが一つありますけれども、他の部分にはほとんど見当たりません。虫の影響だけではなく、日当たりや肥料の状況などによって花芽がつきにくい株があります。来年の花が期待できないとなれば、刈り込みバサミで刈り込んで形を整えます。普通の春の時期の刈り込みでしたら、切り口はそれほど気にしなくても数週間で新しい芽が吹いてきます。ですが、秋冬の刈り込みの場合は新芽が出るまで時間がかかりますので、切り口が目立ってしまいます。ひと手間ですが、目立つ軸は切り戻して隠した方が良いでしょう。より丁寧にできるのでしたら、このように下の方にある小さな芽に切り戻して、この太い軸を取ってしまいます。切り戻しをしないでこの軸を放置すると、このように切り口から新芽が吹いてしまい、美観的にあまりよろしくありません。さて次は花芽がある場合の手入れの仕方です。まず花芽の状況を確認します。この突き出た枝の先、ここには花芽がありません。虫に食われた後葉芽になっていますね。隣のこれはつぼみです。一段低いこの位置にも花芽、つぼみが確認できます。これもつぼみです。これもですね。このように上の段にも下の段にもたくさん花芽がある場合、放っておいて全部咲かすことも可能ですけれども、そんなことをしていると株がどんどん大きくなってしまいます。ですので通常は2、3割の花は犠牲にして少し木の高さを下げながら花芽を残します。高く伸びた太い枝をこの脇芽まで切り戻します。先ほども説明しましたけれども、勢いのあるこのような太い枝を中途半端に切ってしまうと、切り口が目立つだけでなく、そこから出てくる新しい芽には花芽がつきにくいので、きちんと脇芽に切り戻した方が良いです。先ほどの刈り込み例のように、刈り込んでから目立つ軸を切り戻しても良いのですけれども、このように最初から徒長した枝を下の脇芽に切り戻しておけば一手間減らせます。次はオオムラサキツツジなどではなくてサツキの例ですけれども、花芽がたくさんある場合です。高い位置にも低い位置にもたくさんのつぼみが確認できます。
この高いところの枝先にはつぼみがありません。こちらにはつぼみがありますけれども、株の大きさをあまり大きくしないためには、この強い枝は下の段まで切り戻した方が後々のために良いと思います。この飛び出た強い枝も株の大きさを維持するために今回処理しておいた方が良いと思います。この下の段のこの高さに揃えるのでしたら、この辺で切ればいいように思いますけれども、ここで切ってもこのように同じようなツンツンした枝が出てしまうので、もっと下から処理します。この強い枝自体をこのようになくしてしまうということですね。つまりここで切るということです。最後の手入れの例は1番でも説明しましたけれども、花芽がほとんどない場合です。大きさをそのまま保つのでしたら刈り込むだけでいいのですけれども、どのみち花が来年期待できないのでしたら、このチャンスに株を小さく強剪定するという方法もあります。どの枝先にも花芽が確認できませんので、大きく突き出た枝を奥の方の小さい脇芽に切り戻していきます。ただその瞬間だけ小さくなればいいんでしたら、刈り込みバサミで、刃こぼれを覚悟してバリバリと刈れば良いのですけれども、枝先だけで処理してもまたすぐに強い徒長枝が出て形が乱れてしまいます。ただ刈り込むのではなく、剪定バサミを使って枝を吟味して切り戻すのが良いと思います。最初に残そうとしていた輪郭はそのままで、それより出ているものを切りました。樹勢は上の方ほど強いので、頭の部分は特に強い剪定が必要です。思い切って高さを下げる場合は、このぐらい太いところで切る場合もあります。この部分を取り除くとぽっこり穴が開いたように感じますけれども、じきに再生することができますので、それほど心配いりません。この中の方にある若い芽が新しい輪郭を作っていきます。このようになりました。来年の花が期待できない時などは、このような強剪定をする良いチャンスかもしれません。